自閉症という障害を、抱えています。全く人と話すことができなくなって、変わってるっていうことをいけないと思ってたので、自分が変わらないと何も変わらないということです。で、そして僕が高校で取り組んだことは、人に合わせるということです。人にはそれぞれ形があって、例えば A さんはこういう形、 B さんはこういう形、 C さんはこういう形、いろいろ形があると思うんですよ。で、僕の形が例えばこうだとするじゃないですか。こうなると人と合わせれないので、僕がこういう形に自分を変えてこうくっつける、こういう形だったら僕がこういう形にしてこうくっつけるような人に合わせる力っていうのを頑張って高校で培おうと思って頑張りました。あともう一つ目標にしてたのが校長室に呼ばれないということでした。高校では親に迷惑をかけないで生活をしたいと思ったので、校長室に呼ばれないっていうことを一つの目標にして頑張りました。結果的に言うと、校長室には一度も呼ばれずに卒業することができたんですけど、いじめに遭いました。高校のが一番ひどかったし辛かったことを今でも覚えてますね。つい3年前のことなんでね、どんなだったかっていうと、暴力的な感じではなかったんですよね。僕は実は空手を中学から始めて、ストレスをそこにぶつけるということを一つの発散方法としてやってたんですけども、みんなそれをしてたんですね。クラスのみんなは僕が空手をやってるっていうのをしてたので、暴力で僕に攻撃をしてくる人はいなかったんですけど、口であったり見えない傷をつけてくるんですよね、心に。でそれでね、辛かったのが、僕が中学の頃に同じクラスで僕を支えてくれたその友達がその不良グループと一緒に僕をはめてたっていうのを知って、僕はすごく辛い思いをしたというのか。他にもたくさんあるんですよ。休み時間から帰ってきたら筆箱の中が全部バキバキになってたりとか、体育とかでバレーをしたんですけど、みんなサーブを一人ずつ交代で打っていくんですけど、僕がサーブした時だけもう誰も取らない。僕がレシーブをしたら誰も取らないとか、そんなんはよくありました。本当になんで俺こんなところに来たんやろとか、来た意味あったかなと思ったんですけど、これは何か自分が変わるきっかけをくれてるんやと、何かをそこから学ぼうと思って自分で決めたことだから最後までやりきろうってことで頑張って、その空手の先生に手を出したらお前破門やぞ。僕はすごい空手が好きだったので、破門は嫌だってことで、じっともうそれに耐え続けていました。で、2年生になってクラス替えをして、最初はちょっと揉めたりもしたんですけど、そこからは少し馴染めるようになって卒業しました。高校に入ってからギターを習い始めて、でそこから自分で曲を作る創作活動もし始めました。高校を卒業してから僕は音楽一本で生きていくことにしました。いろいろ言われました。いろんな人に自分の夢を言いました。僕はいつか日本人で初めてのグラミー賞受賞歌手になりたいっていうことをいろんな人に言いました。7割ぐらいはね、アホかと、お前みたいなのがなれるかとか、現実見ろとか言われました。その中にも例えば大学に行って教師としての資格を取れば音楽で失敗しても教師として生きることもできるよみたいなことを言われたんですけど、僕は正直そういうことをしたくなかったです。綺麗事とかじゃなくて、本当に追い込まれて、あと一歩踏ん張れば、あと一歩前に出れば道が開けるっていう追い込まれた状態で、人って弱いんで、何か別の選択肢があってそっちの方が楽だったらそっちを選んでしまうんですよ。だからあえて僕はもうそういう資格を取らずに頑張ろうって決めました。ここでこの動画の一つのキーポイントとなることをお伝えしたいんですけども、僕は自分が高校3年生の2月まで自分が自閉症であるということを知りませんでした。これびっくりですよね。小学校2年生の頃に自閉症って診断されて、11年後に事実を知るということが起きました。なんで知ったかっていうのはうちの母から聞いたんですけど、4月2日っていうのは世界自閉症啓発デーという日で、これもね皆さんに知っていただきたいんですけど、世界中が青くなる日です。自閉症をみんなに知ってもらおうっていう活動で、例えばパリのエッフェル塔、エジプトのピラミッド、アメリカの自由の女神、東京だと東京タワー、世界中のシンボルが青く光るイベントがあるんですよ。その日本でのイベントは確か神戸が発祥だったはずです。その神戸のイベントに僕が出演させてもらうっていうオファーをいただいた時に、僕は自閉症の人たちにとって何か自分が力になるのであればやれることはしたいと思ってオファーを受けました。
母と沖縄に歌のお仕事で行った時に、飛行機の中で母から、あんたがなんで自閉症啓発デーのイベントに呼ばれたのか、そこであんたがなんで歌を歌うのかっていう、その理由を教えられました。簡単に言うと、その時に僕が自閉症だっていうことを教えられました。正直ね、その自閉症っていうことを知った時に、なんか納得したというのか、腑に落ちた部分があって、今まで自分がこうみんなと違う考え方を持って、自分はこれが普通やと思ってたのにみんなとは違うとか、うまいことコミュニケーションが取れない、意思疎通ができないっていうことを感じてたので、だから別にショックとか驚きじゃなくて、納得というのかね、やっぱりそうやったかみたいな、そんな印象だったのを覚えてます。なんで母が僕にその7歳の頃に診断をされて18歳まで教えてくれなかったのかっていうのは、これがね、本当に僕は感動したというのか、その母の僕に対する愛情であったり気持ちを11年分ブワーって受けた気がしたんですけど、なんで僕に僕が自閉症だということを伝えなかったのかっていうのは、自閉症を理由に何かができないとか何かをしないっていうその理由にしてほしくなかったって母は言ってくれました。言われてみればそうなんですよね。僕がしたいっていうことはほとんど全て、うちの母はやらせてくれました。お医者さんがこれはしない方がいい、絶対無理だって言われるようなことでも、うちの母はそれをやらせてくれました。その裏にはそういう理由があったんだということを知って、僕はその時ね、もう泣いてしまったんですけど、自閉症って診断されて、家族、僕以外の上の兄や父には伝えてたみたいです。僕が自閉症だっていうことを。だからその僕が学校で問題を起こしても、うちの兄が学校まで迎えに来てくれたり、小学校の頃はあまりにも人に迷惑をかけて勝手にどっかに行くから、遠足の時も付き添いがいないと遠足に行かしませんって言って学校に言われて、うちの兄が学校を休んで僕の付き添いで一緒に遠足に行ってくれたりっていうこともあって、だから全てが腑に落ちたんですよね。今まで家族がしてくれたサポートっていうのが、その時に家族の愛情というのか、自分にとってこの家族はなくてはならない存在だなっていうのを実感しました。で、話は変わるんですけど、僕が高校を卒業して、さあこれから音楽をするにあたって何をしようかって考えた時に、世界中の子供たちに幸せな生活をしてほしい、子供たちのために何かをしてやれるようなミュージシャンになりたいと思って考えた結果、僕が目指してる夢には今日本で音楽をするという選択肢はありませんでした。だからもう本当にまだ1年、去年の9月にアメリカに行きました。ここでもう一つ僕にとって人生の大きな起点になる出来事が起きます。高校を卒業してから引っ越しのバイトでお金を貯めながらいろんなところに行って音楽活動をしてて、8月からアメリカに行く予定でした。自分でそのアバロンガーデンっていうアメリカのアリゾナ州の本当にメキシコに近い、国境に近いような集落があるんですけど、音楽をやってる、そこに自分でコンタクトを取っていろいろこう費用とかいろんな話をしてたら、3ヶ月で120万円ぐらいかかるっていうのを知って、嘘だろうと、高すぎないか、学生ビザもないし就労ビザもないんで、観光ビザで行く限界は3ヶ月ということで、悩みに悩みました。今行くべきだろうか、行くとしたら親の力も借りて行かないといけない、せっかく高校卒業して高校まで学費を払ってもらったりしたのに、お金を親からもらうっていうのはどうなんだろうってちょっと考えたりもしてました。そんな時にある出来事が起きます。僕の中学校からの親友が突然亡くなってしまいました。これはね、本当にもう僕にとって人生を変えた出来事です。こんなことを動画上で話していいのかなって思うんですけども、この出来事は僕自身のことを話す上で絶対に外せないお話なので話させていただきます。細かいことはここではあまりお話ししません。本当に聞いた時はね、頭の中が空っぽで一体何が起きてるんだっていうような感覚でした。そのことは中学の頃、僕が全く学校に行けなくなって辛い暗闇のトンネルを歩いてる時に、僕と同じように学校で辛い思いをしてた子でした。その子とはいつも仲良く遊んでて、一緒にその学校帰りにその子の家に行ってワンちゃんと一緒に遊んだり、辛い時期を共有することができた大切な友達でした。そこで見た彼の顔はとても綺麗で、例えば事故だったら傷が入ってたりとか、病気だったら痩せこけてるとかってあると思うんですけど、本当に今でも起きてきそうなぐらい綺麗な顔をしてて、でもその時にその子の顔を見た時にね、言われた気がしたんですよ。声が聞こえて、今やれることはやっとけよって。僕はその子からのメッセージだと思ってます。もう家に帰ってすぐ航空券を
取りました。もうまだ話がちゃんとほとんど決まってない状態なのに、何月何日の何時にここに着くから迎えに来てくれって言って行きました。それからもう僕は一つの信念というのか、簡単に言うと反省することはいいことだと思います。次につなげるためにどうしたらいいかとか考えることは大切ですけど、それを後悔してしまうと僕はいけないと思ってます。ダメなことではないと思うんですけど、後悔をするっていうことは自分のしたことを否定するということになるんですよね。だからもうしてしまったことはそれは絶対に変えれないんですよ。自分の決めたことには責任を持ってしっかりどんな結果になろうと絶対に後悔をしない生き方を僕はしています。そしてそれが僕にとっての大切な生き方に今なっています。ちょっと日本語が変ですけど、3ヶ月間向こうで音楽をして思ったことは本当に素晴らしいなと。そこの村っていうのは少し特殊で、いろんな国からいろんな人が集まってくるんですよ。アフリカから来たり、ヨーロッパから来たり、カナダから来たり、それこそニュージーランド、オーストラリア、南米から来てる人もいて、アジア人は僕だけだったんですけど、そういう人たちが自給自足で生活をしてる場所です。何をしたかっていうと、キャンプファイヤーをするんですよ、みんなで。街灯がないんで、もう空がとても綺麗で、みんなでそこを円になって囲んで肩組んで一緒にみんなで歌うっていうことをしたんですけど、それがね本当に素敵で涙が出て、これをどうにかして歌にしたいと思って作った曲もあるし、やっぱり今世界で人種差別とかがすごく問題になってるじゃないですか。みんなが仲良く肩組んで肌の色関係なく生まれた場所関係なく歌うことができてるっていうことに僕はすごい感動して、チームみたいなのを作りたいとその時に思いました。でそのチームっていうのは黒人とか白人とかそんなんは全く関係ない、肌の色で決めつけない、そんなチームを作りたいなと思ってます。例えば黒人のドラマー、黒人のベーシスト、白人のピアニストとか、もう肌の色なんか関係ない、世界中の人とチームを組みたいって思ってます。アメリカで3ヶ月過ごして帰ってきて、さあ次どうするってなった時に、どうにかして僕が見た景色を作りたいなって、初めて会った人たちが歌って踊って乾杯し合えるような音楽を作るためにしないといけないことを、どうにかしてあの景色を世界中の人で作りたいなと思ったんですよ。うちの兄2人がワーホリに行ってました。うちの兄がお前もワーホリ行ったらいいやん言ってくれて、でオーストラリアにした理由は多民族国家っていうんですかね、いろんな国からいろんな人が来てるじゃないですか。だからもしかしたら僕が考えてるチームのメンバーがここで見つかるかもしれないと思ってここに来ることを決めましたと。ここまでのお話をしてみたんですけど、どうですかね、分かりやすいかな。自閉症という一般的に言う障害を抱えてるんですけども、正直その障害っていうのは僕にとって何の重荷にもなっておりません。もしこの動画を見てる人でその障害者っていう自閉症であったりっていうその障害を受けてる人がいれば、もう全くそんなんね気にする必要はないんですよ。むしろね、あなたの個性なんですよ、それは。そして最後に、僕は自分が、自閉症という障害者で、あるということに誇りを持っています。嫌なこともたくさん起きますし、うまいこといかないこともあります。そんなことなんか当たり前なんですよ。ただそういうことが起きても前を向いて輝き続けれる人が僕は素敵な人だと思います。自分の夢や好きなことに対して何が起きてもしがみついて前を向ける人が人生を輝かしく生きていける人だと思います。そして僕がそれを証明していきたいと思います。長くなりましたが最後までご視聴ありがとうございます。歌の動画、自分が作った歌とか上げていこうと思うので、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございます。When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause you're amazing.
There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile